わりいいですっていう OK サインを出していくことの大切さを示しています。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は2026年6月の30日という先生術的に非常に強烈な衝撃的な一日のアスペクトについて事前にお話をしておきます。この日は私たちの人生を根底から揺さぶり、魂の再誕生を促すような大きな星の動きが重なっています。何歳になっても私たちは自分の魂の使命に目覚めさえすれば、その才能と本質を貫いていけば生まれ変わることができます。精神的にも物質的にももっともっと豊かに満ち足りた人生はいつだって再起動できます。この日の星の力はそういう強さも持っているのではないかと思いましたので、特別に動画を撮らせていただいております。最後までぜひご覧ください。まずこの日に起こる4つの天体の大きな動きについて、1つはヤギ座で満月が起こります。満月は毎月1回起こります。でも重なって同じ日に水星が蟹座で逆行を開始します。ヤギ座と蟹座というのはちょうど真正面にあるというところも大きな意味を持ちます。そして3つ目は木星がその蟹座を出て獅子座に移動します。1年に1回だけサインを変えますね。これが満月と逆行開始日と水星の逆行開始日と重なるということです。そして4つ目は魚座のドラゴンヘッドと乙女座のドラゴンテール、さらに双子座の火星がぴったりと T スクエアというオーブゼロで重なります。T スクエアを形成します。非常に緊張感のあるアスペクトを取るということです。これほどパワフルな動きがたった1日に同時に起こるというのは本当に稀なことです。なのでさっといきたいと思いますが、まずヤギ座の満月について見ていきます。ヤギ座の月は感情を押し込めて理性で我慢する傾向があります。ルール、社会の秩序を大切にする性質を持っています。この満月ではそうした社会的な役割、義務感の中で抑え込んできた大切な感情がピークに達するかもしれません。時に我慢することも本当に大事です。我慢しなければ、みんなが我慢しなければ世の中はぐちゃぐちゃになるかもしれません。でもそれによって一番大事な感情を抑えているんだとしたら、とてももったいないということですね。でもこれは皆さんが社会の中で本当に輝ける場所を見つけるための何かを手放しというタイミングです。これまで背負いすぎていたちゃんとしないとっていう思いから人生をリミットさせてしまってきた波動を軽くしていくことで本当の目標へと向かうスペースが生まれてきます。これが蟹座の満月のパワーです。そして蟹座で水星が逆行する。蟹座の水星は家、家族、仲間、家庭、魂の居場所、あなたが一番守りたいもの、つながっていたい仲間に関するテーマです。逆行期間はそれらを見直す素晴らしいチャンスになります。過去に傷ついた感情や身近な人とのコミュニケーションのすれ違いを優しく振り返ってみてください。そして心から安心できる居場所の数波集を整えることで、現実世界で安心感もマニフェストされていくと思います。そして木星が獅子座に入る。獅子座の木星は子供みたいに無邪気な好奇心を持って自分の五感を喜ばせたいという気持ちを拡大していきます。同時に自分が目立つことばかり意識をして逆に人が離れてしまうという墓穴を掘る場所でもあります。木星は何でもかんでも拡大するので、最初に言ったいいこともその後に言った課題も拡大します。これからの1年は皆さん自身が関わる人の笑顔とともにでもやっぱり自分の主役の人生を自己表現していくこと。
無邪気に楽しむことが最大の開運アクションになります。最後に魚座のドラゴンヘッド、乙女座のドラゴンテール、そして双子座の火星の T スクエアです。T。双子座の火星は好奇心が旺盛で知識欲、そしてそれをそのまま実行へ移すフットワークの軽さを持っています。こんな興味を持って、こんなことを学んできた自分自身を信じて進む力が強いとも言えます。でも、ドラゴンテールが自身の欠点、あるいは人の欠点、所属している場所の欠点、自身の過去の失敗、過去の人間関係の中でのまだ解決されてないものなどに目を向けて止まってしまうというエネルギーを生み出してしまいます。で、それではなくて、いつもドラゴンテールはそれではなくてっていうふうに読むので、それではなくて、見えないエネルギーとともに自分にも他者にも優しく OK! もう OK です。もうそれ終わりいいですっていう OK サインを出していくことの大切さを示しています。それをしていくことによって自分の好奇心のままに学んできたものがそのまま何か形あるものへと変わっていくというきっかけです。つまり難しく考えすぎずに直感と好奇心に従って行動を起こすことでこの葛藤を打破する高い波動が生まれている日ですからやってみましょうということになりますね。で、このように6月の30日は社会的な手放し、居場所の見直し、自己表現の拡大、そして過去から未来への飛躍というテーマが1日に一度に押し寄せる衝撃的な日です。だからごちゃごちゃしたり、何なの今日ってどんな日なのみたいなことはあるかもしれません。そして実はこれは6月の30日にぴったりで起こるだけで、この前後は今言った4つともの影響はすでに始まっています。水星の逆行も逆行前2、3日から始まっています。そして大きな天体が移動する前ももう始まっていますし、移動して直後の数週間は移動した後のエネルギーを大きく受けています。ですから、つまり7月の20日ぐらいまでですね、今言ったエネルギーの影響を受ける。水星逆行中は少なくとも受けると思ってください。すべての出来事には波動があって、私たちがそれをどう捉えて、どう行動するかで未来は大きく変わります。このパワフルな星のエネルギーをリアルな視点で受け止めて、現実世界で幸せになるための行動へとぜひつなげていってください。今日は大まかな一日の流れ、一日の天体の動きをお伝えしましたが、それぞれの天体の動きがもたらす深い意味についてはもっと詳しく知りたいですよね。近日中にヤギ座の満月、水星の蟹座逆行期間、そして木星の獅子座入りからの1年間の星読みについてたっぷり深く掘り下げた動画をアップしますので、ぜひまだの方はチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。では、宇宙からのメッセージが降りてくるセプタグラムの秘密のカードですね。こちらから1枚引きで今見ている皆さんへのセレナです。セレナも占星術の感受点の一つを示すカードです。最も純粋な魂の光を意味します。自分で自分の嫌なところを見える日もあります。なんであんなこと言っちゃったんだろう、なんで怒っちゃったんだろう、なんで寛容になれないんだろう、なんでもっと積極的になれないんだろう。いろいろありますが、でも一番奥の一番奥のところにはみんなこのセレナの純粋な光を持っているというのが占星術の考え方です。ですからぜひこういういろんなことが起こる日がやってきますが、そんな日だからこそ自分自身の一番綺麗な心アクセスしてみてください。ということで素敵な6月30日をお迎えください。そしてその後も素敵な逆行期をお迎えください。